こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品は、じゃじゃん。こちらのプレースマット、ランチョンマットみたいな感じかな。ちょっと小さめのマットを編みました。こちらはですね、前回ご紹介したグラニーのタックバッグの編み方を利用した、こういう風にマットになっております。これをね、ちょっとおやつ食べるときとかにコーヒーとおやつを置いたり、あとアクセサリーとか並べててもいいな。ちょっととにかく柄と色が可愛くてゲージを編むときに、この色もめっちゃ可愛かったのでマットにしました。ぜひぜひこちら。結構ね、これも簡単にささーっと編めると思うので、ぜひ編んでみてください。はい。で、一応こちらもキットとして販売しようかなと思ってます。カラバリがイエロー、そしてピンク。で、こちらの色はブラウン。この3色展開でオンラインストアで販売します。編み図もね、動画の中で編み図だったりとか、あとこちらの、バッグの底の編み図を利用しているので、こちらがあれば、あと縁はね、ちょっとご自身のアレンジして編めるよって方は、こちらを編んだ方はこれも編めちゃうかと思うんですが、編み図も一応用意してますので、オンラインストア見ていただけると嬉しいです。はい。それではですね、編み始める前に概要欄にオンラインストアの URL、SNS の URL、チャプター、あとちょっとした注意、道具何使ったなども書いておりますので、ぜひぜひ見てみてください。はい。それでは、編んでいくぞー。それではですね、本日はこちらの状態から説明していきたいと思います。で、概要欄にですね、動画のリンクを貼ります。で、こちらのバッグ、グラニーのタックバッグですね。こちらの、動画でですね、このバッグの底の編み方を説明しています。こちらのバッグの底の編み方と同じ編み方で、こちらのマット編んでいます。で、こちらの、バッグの底は32段だったんですが、こちらマットは、全部でまずここまで36段編んでいます。で、36段編んでからこの周りの縁を、かかっていこうと思います。なのでこちらの、こちらのですね、この状態までは、1個前にご紹介したグラニーのタックバッグの底の部分の編み方を参考にしてください。それではですね、こちら、図案になります。こちらですね、36段まで平編みで編みます。で、その次36段編み終わったここから立ち上がりの鎖1目を編んで、細編みで拾って、縁をね、拾っていきます。で、中長編みのところは細編み2目。細編みのところは細編み1目で拾っています。それでぐるーっと囲っていって、角の部分は鎖2目で、この作り目の部分ですね、作り目の部分はもう1目に対して1目拾っています。で、こちらも1目に対して1目拾っています。最後の中長編みまで編んだ状態で、この中長編みを最後引き抜くときに次の糸に変えたいので、縁を編むときはこの黄色のアモットを使っていきます。中長編みをこのような状態まで編みます。そしてこの糸を引き抜くときに変える。これで糸が変わりました。で、縁をぐるっと編んでいきます。図案で言うと37段目です。立ち上がり鎖1目。そして先ほど編んだ中長編みの端を拾って、細編み、細編み。で、前段というか何て言うんですかね。ここの部分、細編みの部分は細編みを編みます。で、また中長編みの部分は細編み、細編みの部分には細編みという風に縁を
編んでいきます。ここの辺が編み終わりました。そうしたら角の部分は鎖編みを2目編みます。で、また同じように細編みを編んでいきます。で、ここ作り目のところですね。作り目はこの余っている1本を拾って編んでいきます。こちらも編めました。そしたらまた角の部分は鎖2目で、こんな風に渡した糸とかがある場合はこれも編みくるんでいきたいと思います。で、編みくるむのが難しいなって方はとじ針でもちろん始末こう内側にしまっていっても大丈夫です。編んでいきます。こんな風にですね、糸を編みくるんでいきます。今3辺ですね、編めてますね。で、またこの上の部分を編んでいきます。一番最後まで編めたら、最後鎖編みを2目して1目目に針を入れて引き抜き編みで閉じます。これでぐるっと一周一段縁が剥がれました。それではですね、今37段目が編み終わったのですが、38段目も同じように細編みでもう一段編んでいきます。で、この角の部分、この鎖の部分はですね、鎖1目に対して細編み1目で拾います。で、鎖2目は同じように角の部分は鎖2目です。これがすべての4つ角ですね。こんな風になっています。38段目も編んでいきます。立ち上がり鎖1目で細編み、縁を編んでいきます。それでは最後に、リンヌンラメの糸で縁をキラキラに飾っていきます。で、立ち上がり鎖1目編んだら細編み2目、鎖3目のピコット引き抜き編みで留めて細編み4目、細編み4目と、この鎖3目のピコット、これを繰り返してくるっと編んでいきます。で、角の部分とかはちょっとだけ調整したりして目数が変わったりしてるんですが、とかですね、4目あってここに1目入ったり、この辺はご自身で調整していただけたらと。でもなんとなく角のこういうところにピコットがあると編みにくいなと思ったので、細編みをちょっと多くしたりしています。それではですね、この糸を編み終わる場所ですね、ここで引き抜き編みのタイミングで糸を変えます。はい、で、立ち上がり鎖1目、細編み、細編みで、鎖3目のピコット、引き抜き編み、細編み、細編みと、これを繰り返していきます。こんな感じでぐるっと一周編んでまいりました。そしたら最後は引き抜き編みで留めて
糸をカットして、この糸は始末をします。これでプレースマット完成です。それでは今回はプレースマットなのでネームは裏側につけていこうと思います。こんな感じでね、端っこに縫い付けていきます。マット完成です。こんな感じでネームはつきました。重さ 36g です。メイクが、17g、アモット 14g、ラメ糸が、リンヌンラタですね。ラメ糸 4g 使いました。すべて1玉以内で完成します。はい、そしてサイズが横幅が19センチ、高さが 23.5 センチで仕上がっています。いかがだったでしょうか？プレースマットの編み方。ちょっとしたね、おやつを食べるときとかもこういうのをちょっと引くとなんか気分上がるかなと思います。ぜひぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ、またねー。